こんにちは、ハミニフチャンネルです。能代市から東へ移動しています。県道2号線沿いの温泉で気になるところを見つけたので訪問してみます。大館市の中心部を越えて小坂方面に向かって走ります。秋田県自然環境保護区樹海ラインの中央に位置する雪沢温泉郷の和風旅館。昭和レトロな外観に惹かれて訪問してみました。寂れて人が少ないかと思えば、出張者や工事関係者などで賑わっている様子。確かに出張先でこんな宿だったらありがたいですね。右の受付で入浴料金を支払い、奥の風呂場に向かいます。親戚のおじさん風な対応はアットホームで余計な気を使わずに自然でいい感じ。ペットも宿泊可能ということで、我々のような犬連れには嬉しい宿、しかも格安です。安いな。日帰り入浴は朝6時から入浴可能。車中泊族には大変ありがたい。広々とした脱衣所にはドライヤーもあります。よっぽど滑るんだろうな。そう青森ヒバで作られた湯船からドバドバとあふれる透明な湯は、源泉名雪沢温泉源泉、源泉温度 50.4 度 pH8.0 のカルシウムナトリウム硫酸温泉。源泉かけ流しでぬるめ、ゆっくり浸かれる温度が心地よい。朝からいい温泉に会えて大満足でした。おかみさんもすごくいい感じ。大館市から小坂町に抜ける県道2号線、ここに温泉が点在しています。昭和35年の国交探査ボーリングの際に地下1000メートルから湧出した源泉によるものだそうです。雪沢温泉から大館市内に向かう方向ですぐ近くに他の温泉らしきところを見つけたので入ってみます。かつては四十八滝温泉という温泉があって、施設名は老人福祉センターといったようですが、残念ながら2024年に閉館になったよう。旅館大雪と同じ源泉を使用していた模様。こちらもちょっと見てみたかった。県道に戻り、さらに大館市内の方に向かうと、続いて目的地です。ここにはたくさんの車があり、さらに繁盛している様子。露天風呂の文字が大きく掲げられています。これ露天風呂。ここの源泉も大雪さんと同じ。同和工業が調査で掘り当てた源泉を引いてます。最初に開業したのは閉鎖した四十八滝温泉。ついで周辺の宿がオープンしたそうです。大雪の前には小坂鉄道の駅があり、昔は活況だったんだろうなと推察されます。今でもここは雪沢温泉源泉を求める人で賑わっており、活気がありました。朝5時半から入浴可能な日帰り温泉があり、大館市内から車なら15分というアクセスの良さは魅力。出張や工事関係者向けに宿泊の需要も高そうです。ホームページにもビジネス温泉旅館と記載がありました。
浴槽は内風呂が石造り。ここで温まってから露天風呂に行けます。露天風呂は浴槽が2つあり、開放感が半端ない空間。景色を眺めながらゆったり湯に浸かれます。内風呂にはサウナもありました。サウナに入って外気浴も気持ちよさそうです。清風荘の真ん前にある施設。廃線となった小坂鉄道の線路をレールバイクで走るアトラクション。基本的には自分の足で漕いで約 4km の道のりを走行します。コースは2種類、いずれもここ清風荘前から出発。鉄道の線路を自らレールバイクを漕いで進むことで、普段は見られない景色と心地よい風を感じることができると人気のようです。車両もいろいろな種類があり、アシスト付きもあるようです。大館市の中心部へ戻ってきました。ハチ公ドームでイベントをやっていて大混雑の中、ここにも温泉がと見つけて飛び込んだ。こじんまりとしたアットホームな感じ。秋田犬の写真がいっぱい貼ってある通路を抜けてフロアへ向かいます。ナトリウム硝酸塩泉アルカリ性 8.9 と純度の高い柔らかい泉質。とろっとする肌感がとっても気持ちがいい。日帰りも早朝から対応されてます。コロナの時期には他の宿同様に苦労されたようです。こんなにいいお湯があるのに、やはり温泉業界は大変なんですね。ここのもう一つの売り、2匹の秋田犬が出迎えてくれます。こんなところで会えるとは思ってませんでした。後で調べたら、ここは唯一秋田県と触れ合える温泉宿。予約すれば触れ合いの時間が持てます。大きくてモフモフの秋田犬と過ごす時間が持てるいい場所でした。実際に秋田犬目当てのお客さんも多いようです。私は予約してなかったので、とりあえず眺めるだけ。それでも十分癒されて温泉を後にしました。多分聞いたのかな、それで。僕もかしこも大渋滞。この日は疲れたので温泉はこれで終了。道の駅市内で編集しながらゆっくり過ごしました。昨日は道の駅市内で車中泊。近くの市内の湯で朝風呂をいただきます。この近くに秋田犬の里という施設があり、秋田犬と触れ合うことができる施設があるんですが、昨日古澤温泉で秋田犬にはあったので、ここは素通りします。大館市に地域の人たちが気軽に入れる温泉を作りたいと、町会議員を務めた先代がボーリング調査を繰り返し、平成17年にオープンしたのが比内温泉比内の湯。オープンは朝6時で、近隣の農家の方々が仕事前に朝風呂を楽しみ、夕方には家族連れのお客様も多く訪れます。開湯から20年も経過しているにしては綺麗な外観。外装に十和田石を使用しているのかな。 JR 花輪線扇田駅より徒歩1分の立地。館内すべてバリアフリーで、誰でも安心して気軽に温泉を楽しめます。内風呂が3つあり、43度、42度、41度に分かれていて、暑いのが苦手な人でも入れます。比内町は十和田石の産地。ここには十和田石がふんだんに使用されています。十和田石は天然が織りなすグリーンとブルーの模様が美しいだけではなく、
多孔質の表面は滑りにくく、浴槽には最適なのだとか。また脱臭や湿度調節、防音など多彩な機能があり、各方面に使用されています。さっぱりした。シャンプー、ボディソープとなかった。自分で持ってこないと。41、42、43度、別々に浴槽があって、楽しめます。で、温泉水分はちょっと薄めだと思うけど、さっぱりして、朝早くからやってるし、朝一にはちょうどいい温泉でした。発見された年月は明らかではないんですが、享保年間にはこの地域で入浴されていたようです。1976年に実施されたボーリングで地下480メートルから38度毎分120リットルの自噴があり、そこから温泉がオープンしました。郷土の名湯。泉質は硫酸塩泉、源泉は39度程度なので加温しているようですが、レトロな浴槽に入ってみたかった。女性浴室使用中止？故障で男女日替わりになっているようです。男女1日交代制。今日は月曜。あれ？月曜休みか。どっちしろ。この湯のおよそ500メートル東には入浴施設、長寿温泉もあります。ポータブル電源の残量も少なくなり、編集もしたかったので、今日はオートキャンプ場へ。阿仁地方へ南下する国道105号線の北に位置する総合的なレジャー施設。この中にオートキャンプ場があります。とても綺麗でおしゃれなキャンプ場です。さあ入場というちょうどその時、身内の不幸の知らせが。旅を一時中断して急遽家に飛んで帰ります。国道46号線もだいぶ近づいてきました。今日はここから兄の方に向かっています。気温4度。国道105号線に出て上日野木内の紙風船揚げが行われる場所。平賀源内が銅山の技術指導に訪れた時に熱気球の原理を応用した遊びとして伝えたと言われています。右方向です。これ道の駅なんだよな。木彫りの熊や動物たちの像が施設前で出迎えてくれます。普通では購入できない鹿肉、熊肉の加工品などが販売されています。マタギの里だけあって、ツキノワグマや鹿など飼料展示や猟関連の販売が多かったです。そういえば前回来た時はこの先の熊熊園に行きましたね。兄町がまちづくり特待事業として1億8000万円をかけて3年がかりで作った園。1990年春に開設すると予想外の人気となり、映画の撮影なども行われた模様。本州にはいないヒグマが見れたり、時期によっては子グマも見れます。我々も餌をねだるこんな姿を想像していきましたが、なぜか誰にも相手にされず。誰も相手にしてくれないので、虚しく餌を投げ続けました。お腹いっぱいの時間だったのかな。
ヒグマをはじめとする本物のクマの迫力はすごいです。進んでいくと右側に小さな駅と大量のかかしを発見。近づいていくと奇妙だったりユーモラスだったり形容しがたいかかしの大群が。ここは兄又木駅。兄の代表的な又木集落の一つ、鬱東地区の最寄り駅。駅前でかかしコンテストが開催されています。駅の雰囲気も秘境っぽくて素敵でした。続いて左方向です。秋田の名峰である森吉山麓兄又木の里内にある一軒宿。日本を代表する狩猟民として知られる兄又木の生活を体験できる温泉宿。目的地は右側です。兄又木の特徴は旅をしながら活動することで、その活動は北海道や奈良県まで及んでいました。又木文化はここを発信源として各地へ広がっていったそうです。ホームページに日帰り中止と掲載されているので入浴できないと思っていましたが、それは日帰りプラス食事休憩プランのことであり、入浴自体は可能なようです。兄町が温泉を掘り当てたのが昭和53年。現在の建物は平成に改築され新しく綺麗でした。露天風呂からは山の景色が見えます。少し濁りのある琥珀色の温泉が称えられています。浴槽が茶色く変色しているので鉄分が含まれているのかもしれません。厚めとぬるめの内風呂。厚めといっても42度から43度とちょうどいいくらいでした。鉄分は見当たりませんね。いいお湯でした。せっかく又木の世界に来たので、又木らしい食べ物も挑戦してみます。どうでしょう。ジビエや又木のごちそう、宿泊すればジビエがいただけますが、私はこれで我慢です。数分の待ち時間の後、美味しそう。臭みもなく普通に美味しい醤油ベースのラーメン。うさぎ肉は鶏に近いさっぱりとした肉でした。次回は宿泊して熊鍋も食べてみたいです。ロビーに出るとヒグマのゴンタが雄たけびを上げています。熊牧場にいた熊だったようです。奥に向かっていくと又木資料館があります。200円でした。なんだこの小瀬って。兄又木の文化や生活を紹介する又木資料館。ツキノワグマ、キツネ、タヌキなどの剥製、狩りの道具や衣装、記録写真などの資料が展示されています。すげえ。学術的にも地域文化を知るためにも大変興味深い見学施設です。さらに北秋田市は平成17年にどぶろく特化として認定されており、どぶろくの生産販売を行っています。めっちゃ飲みたいけど運転があるので我慢です。いろいろと楽しいところでした。ありがとうございました。面白かった。やるかな。北上して廃鉱山を見学します。ちょっと入っていくのを躊躇するような道です。行けたとして戻ってこれるかな。兄鉱山は17世紀末に開山し1978年に閉山。
かつては平賀源内が技術指導をしたとも言われ、金銀銅を産出していました。17世紀末から18世紀初頭に最盛期を迎えましたが、数度の休山を経て閉山。見学はできますが、観光地として開放している雰囲気ではないですね。マタギの湯から105号線に戻り北上してきました。ここから県道309号線を東に鹿角方面に向かいます。でっかいダムだな。森吉山ダムを越えて太平湖近くに来たところで小さな森の湯という看板を発見。左折して見に行ってみます。名前からしておしゃれな最近のサウナで売ってるような若者向けの宿かななんて想像しながら進んでます。左方向です。左方向です。それにしては険しい道。狭い。突然視界が開け、木造の大きな建物が現れました。お疲れ様でした。駐車場から見えるソマの文字、露天風呂があるようです。予想外のいい感じにびっくりしながら宿に向かっていきます。玄関前の祠と大きな木もただものではない様子。正面玄関の景色も好きな感じです。人を守る会の会員でしたか。そば温泉旅館は人を守る会にも加盟する知る人ぞ知る人。そば温泉旅館という名前はオーナー家族の姓に由来し、代々受け継がれてきた家族経営の温泉旅館。創業から60年余り経営を支えてきた2代目夫婦も年齢を重ね後継者を募り、2025年に再オープンしたようです。日帰りの入浴ってやってました？日帰りの入浴やってました？500円。はい。奥が内風呂になってるんです。はい。こっちは、露天になってるけど、午前中掃除したから多分お湯がそんな溜まってないかもしれない。で、見にしても大丈夫ですか？いや見てください。ありがとうございます。100% 源泉かけ流しの須磨温泉の泉質は神経痛に効果があるとされています。泉質はナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉。無色透明ですが少しだけ硫黄の匂いがします。肌のなじみのいい滑らかなお湯でとても温まります。いい湯だった。地元の先客さんは今日は山歩いてきたけど寒くて冷えた、ここで温まってから帰ると味のある訛りでお話聞かせてくれて楽しかったです。帰りにちょっと見えた客室もいい感じです。お世話様でした。入れなかった露天風呂を見学に行ってみます。どうやって行くのかな。露天風呂は宿から10メートルほど行った川沿い。雰囲気がとてもいい、人っていう感じがします。80年近く親しまれてきたここを引き継いだのは東京の造園関係の方だとか。昔ながらの温泉宿が後継者不足で閉業していく中、とてもありがたいことです。掃除しちゃったからまだ湯が溜まってないんだな。おかしいな、俺どっから出てきたんだ。カメムシがアブがとか騒ぐ人には向かない環境だとは思いますが、
ここには80年以上の時間に蓄積された人々の残像みたいなものがあるように感じました。昔の人々の生活に思いを馳せながらゆっくりと過ごせる場所です。応援したい宿ですね。県道309号線を東に向かうとすぐに太平湖遊覧船が走ってます。おじさんよりあと2、3日だって。ここで遊覧船のチケットを購入し、徒歩7分先の桟橋から対岸へ渡るようです。一人でトレッキングは行きになりません。今日はバスで。県道302号から県道22号を目指しますが、ここからはぐにゃぐにゃ道。22号に入ったところで共同浴場を見つけました。泉質はカルシウムナトリウム硫酸塩泉。大楠温泉の始まりは大正時代。地元の方々が次々といらっしゃる人気の温泉のようです。びっくりしたのは湯量。浴槽からドクドクと溢れ出してます。なのでこんな張り紙がありました。もう鹿角市に入ってきました。今日の最終目的地へ向かいます。熊の親子が道路脇にいました。こんなに住宅がいっぱいあるのに。道路の左側に現れた熊は山に引き返していきましたが、右側は普通に住宅が並んでます。やはり今年の熊の出現状況は異常ですね。小猿沢鉱山は動鉱脈型動鉱床と呼ばれ、脈状の動鉱脈を採掘した鉱山。発見は奈良時代の和道元年。鉱山内の写真が美しくてやってきましたが、平日の夕方誰もいません。ちょっとビビりながら進んでます。びっくりした。照明がついただけでビビってますね。小猿沢鉱山は鹿角地域を支配していた時の権力者の隠し財産であったことも影響し、確かな文献は残されていないようですが、だいたい1300年前には存在していたようです。江戸時代には弾圧されたキリシタンがたどり着き、最後には幕府に見つかってしまうような事件も。あまり知られていない場所かと思いますが、見応えのあるところです。一人ではちょっと不気味ですが、延長 1.7km の観光行動は所要時間45分程度を要します。9年。金山。次回は秋田大湯から八甲田酸ヶ湯へ向かいます。10月後半の八甲田、紅葉の最盛期だと思います。